先輩ジャパニーズカフェへようこそ。猫先輩です。森先輩です。今日もよろしくお願いします。今日はね、日本で暮らす外国の人にとってすごく大事な話。お、なんだろう、気になりますね。在留カードとビザの手続きの話だよ。前回は引っ越し当日の流れと手続きの話でしたね。そうそう、段取り8分仕事って言葉も出たね。あれ、僕も使ってみました。準備してたら当日すごく楽でした。でしょ、今日の手続きの話もまさに段取りが命だよ。ねえ、在留カードっていつも持ち歩いてる？あ、はい。財布に入れてます。これって基本は持ち歩くものみたいですね。そうみたい。求められたら見せるっていう場面もあるらしいよ。へえ、じゃあなくしたら結構大変なんじゃ。だからね、今日は困らないための届け出と手続きを整理しよっか。お願いします。正直ちゃんと分かってない気がして。大丈夫。ポイントを押さえればそんなに難しくないから。ポイントって例えば？一番大事なのは期限だね。多くの届け出が14日以内なの。14日。意外とすぐですね。でしょ？だから後回しにしないのが肝心。じゃあ順番に見ていこう。まずは引っ越した時。住所は変わったら届け出が必要なの。その住所変更も14日以内ですか？そう。新しい住所に移ってから14日以内って決まってるんだ。入管まで行かないとダメなんですか？そこがポイント。住所変更は市役所や区役所でできるの。役所だけでいいんですか？役所で転入届を出すとき、在留カードを一緒に出すでしょ？はい、出します。それで入管への住所の届け出も済んだことになるってわけ。へえ、便利。2回行かなくていいんだ。そうなの。だから引っ越したらまず役所って覚えておけば安心。なるほど。これは知っておくと助かりますね。次はビザ、正式には在留資格の期間の更新ね。在留資格っていうんですね。そう、在留カードに期限が書いてあるでしょ？あれを伸ばす手続き。それ、いつ申請すればいいんですか？ギリギリ？満了のだいたい3ヶ月前から申請できるよ。3ヶ月前。結構早くから行けるんだ。そう、だからギリギリまで待つ理由はないの。早めが一番。申請ってどこでするんですか？これは住んでる地域を管轄する入管の窓口だね。管轄っていう言葉、ちょっと難しいですね。管轄っていうのはその役所が受け持つ範囲のこと。なるほど。自分の地域の窓口を調べればいいんですね。そうそう。あと最近はオンラインでも申請できるみたい。お、それは便利。手数料とかはかかるんですか？許可されるときに少しかかるよ。数千円くらいだったかな。正確な金額は自分で確認した方が良さそうですね。そうだね。金額は変わることもあるから最新を見るのが確実。じゃあさっき心配してたなくしたとき？はい。落としたり盗まれたり考えるだけで怖いです。でも大丈夫。なくしても再交付の手続きがあるから。再交付。もう一回出してもらえるんですね。そう。ただしこれも期限があってね。また14日とかですか？おめでとう。なくしたと気づいた日から14日以内に申請するの。気づいた日からなんですね。そう。盗まれた場合は先に警察に届けてその証明をもらうみたい。へえ、順番があるんですね。でね、ここが大事。期限を過ぎるとちょっと厄介らしいの。厄介ってどのくらい？詳しくは言えないけど罰則の対象になることもあるらしいよ。うわ、それは怖い。やっぱりすぐ動くのが大事ですね。そういうこと。気づいたら速やかに、これが合言葉。速やかに。覚えました。あとね、一時的に国に帰るとき、これも知っておくと安心。里帰りとか旅行ですね。そう。普通は再入国の許可がいるんだけど、短い出国なら簡単な仕組みがあるの。簡単な仕組み。どういうのですか？みなし再入国許可って言ってね、1年以内に戻るなら特別な許可がいらないの。1年以内。へえ、それなら旅行も安心ですね。ただし1個だけ注意。在留期限が1年より先に来るならその期限までだよ。そっか。期限が近い人は気をつけないと。そうなの。それと空港を出るとき専用のカードにチェックを入れるみたい。チェックを忘れたらどうなるんですか？そこは確実なこと言えないけど面倒なことになりがちらしいよ。じゃあ収国の時に係の人に伝えるのが安全ですね。それが一番確実。わからなければ聞くが鉄則だね。
他にも14日以内の届け出ってあるんですか？あるよ。例えば、働く会社や通う学校が変わった時。転職とか卒業とか。そうそう。そういう所属が変わった時も届け出が必要なんだ。種類が多くて混乱しそうです。大丈夫。全部を暗記しなくていいの。怠らずに確認する癖をつければいい。怠らずに。それも新しい言葉です。だかだるはやるべきことをサボっちゃうっていう意味。届け出を怠らない。しっかり覚えます。そして迷ったら自分の自治体や入管の窓口で確認するのが一番。多言語で案内してくれる窓口もあるって聞きました。あるみたい。日本語が不安でも頼れる場所があるってこと。もう一つ。学生さんに多い質問。アルバイトのこと。留学で来てる人気になりますよね。留学の在留資格ってそのままだと働けないの。そうなんですか？意外。でもね、許可をもらえば働けるの。資格外活動許可っていうの。資格外活動許可。長い名前ですね。長いよね。で、これがあると週に28時間まで働けるの。週28時間。結構しっかり決まってるんですね。そう、それと働けない種類のお店もあるからそこは気をつけてね。なるほど。あと長い休みの時はどうなんですか？長期の休みはもう少し長く働けるって聞くけど条件は確認してね。了解です。許可なしで働くのはまずいですよね。そこはちゃんと許可を取ってから。これも転ばぬ先の杖がね。ところで申請の時って何を持っていけばいいんですか？基本は申請書と写真とパスポートと在留カードだね。写真もいるんですね。サイズとか決まってそう。そうそう、サイズの決まりがあるみたいだからそこも確認してね。ハンコはいらないんですか？場合によるみたい。いる時といらない時があるから念のため確認ね。ところでマイナンバーカードと在留カードって別物ですよね。別物。役割が違うの。在留カードは在留資格の証明だね。じゃあマイナンバーカードは何のためなんですか？税金とか社会保障とかの手続きで使う番号のカードって感じみたい。へえ、名前は似てるけど目的が違うんですね。そういうこと。混ざりやすいから別物って覚えておくと安心だよ。それにしても期限を忘れそうで怖いです。わかる。だからね、私のおすすめはスマホに予定を入れちゃうこと。リマインダーですね。そう。期限の3ヶ月前に通知が来るようにしておくの。3ヶ月前。ちょうど申請できるタイミングですね。でしょ？そうすれば慌てない。準備の時間もできる。一つ勘違いしてたことがあって。何？在留カードってビザそのものだと思ってました。それね、厳密にはちょっと違うものらしいよ。そうなんですね。難しい。でも細かい区別は今日は置いとこう。大事なのは手続きを忘れないこと。はい。そこが肝心ですね。知り合いでね、更新をうっかり忘れかけた人がいたの。それはヒヤヒヤしますね。でしょ？でも早めに気づいてギリギリ間に合ったんだって。よかった。やっぱり気づいたら速やかにですね。そう、その人、それからカレンダーに毎年印をつけてるんだって。いい習慣ですね。僕も真似します。一回仕組みを作っちゃえばあとは楽だよ。手続きって聞くと身構えちゃうけど整理すると安心ですね。その通り。怖がらなくて大丈夫。一つずつ確認していけばいいの。あとね、これも勘違いしやすいんだけど、カードの有効期間って見たことある？カードに書いてある日付ですよね。そう、在留期間の満了日とカードの有効期間。だいたい合ってることが多いの。じゃあカードの日付を見れば更新の時期もわかりますね。そういうこと。まずは自分のカードの日付を確認だね。今日帰ったらすぐ見てみます。それがいい。確認するだけで安心感が全然違うから。窓口に行くとき何かコツってありますか？あるよ。まず必要なものを前もって調べておくこと。忘れ物するとまた行かないとですもんね。そうそう。二度手間はもったいないでしょ。二度手間。それもいい言葉ですね。でしょ。あとね、時間に余裕を持っていくのも大事。混んでることありますもんね。そうなの。だから午前中とか早い時間が狙い目って言われるみたい。なるほど。準備して早めに行く。これも段取りですね。でも日本語の書類ってやっぱり難しく感じます。わかる。漢字も多いしね。
でも助けてくれる仕組みもあるみたいだよ。あ、さっきの多言語の窓口ですか。それもあるし、優しい日本語の案内とか通訳のサポートもあるって聞くよ。それは心強いです。一人で抱えなくていいんですね。そうなの。わからないことは聞いていいの。それが当たり前。はい。少し気が楽になりました。よかった。この番組もその助けの一つになれたら嬉しいな。じゃあ今日のおさらい。14日以内の届け出いくつ出てきたって？まず、引っ越した時の住所の変更。一つ目。次は？カードをなくした時の再交付。そう、二つ目。完璧じゃない。最後は？会社や学校が変わった時ですか？大正解。所属が変わった時の届け出。3つとも14日以内。つの14日。これはもう忘れません。その調子。更新は満了の3ヶ月前から。これもセットで覚えてね。そもそもなんですけど、在留カードってみんながもらえるんですか？いい質問。実はね、もらうのはある程度の期間住む人みたい。ある程度っていうと3ヶ月を超えて住む人が対象って聞いたことがある。じゃあ短い観光とかは別なんですね。そうみたい。長く住む人の生活の身分証って感じかな。身分証。だから大事に持っておくんですね。そういうこと。生活のいろんな場面で出番があるからね。ちなみにこのカードどこでもらうか知ってる？入管ですか？それもあるけど、空港でもらえる場合もあるみたいだよ。空港で最初に着いた時ですか？そうそう、空港で受け取れることがあって、あとは後日っていう場合も。状況によるんですね。だからもらったらまず記載内容をちゃんと確認するのが大事。名前の綴りとか間違ってたら大変ですもんね。その通り。気づいたらその場ですぐ相談するのがいいよ。それともう一つ気になることが。どうぞ。例えば留学できて卒業して就職する場合ってどうなるんですか？それはね、更新とは別で在留資格の変更っていう手続きになるみたい。更新と変更。似てるけど違うんですね。そう。同じ資格を伸ばすのが更新。別の資格に変えるのが変更ってイメージ。なるほど。すっきりしました。でね、変更も早めに準備するのがおすすめ。書類がいろいろいるみたいだから。また転ばぬ先の杖ですね。よくわかってきたね。その通りだよ。あと、地味だけど大事なこと。カードには番号が書いてあるでしょ？ありますね。アルファベットと数字の。その番号をむやみに人に教えない方がいいって言われてるみたい。悪用されたら怖いですもんね。そうなの。だからコピーを渡すときもちょっと慎重にね。慎重に。むやみに出さないですね。大事な書類だから他もしっかりね。はい。財布の中でぐちゃぐちゃにしないようにします。もし手続きで本当に困ったら誰に聞けばいいんでしょう？まずは住んでる自治体の窓口。生活の相談に乗ってくれるところが多いみたい。役所が相談にも乗ってくれるんですね。あと外国の人向けの相談センターも各地にあるって聞くよ。それは知らなかったです。心強いですね。でしょ？一人で悩まないで頼っていいんだよ。はい。困ったらまず聞く。覚えておきます。それが一番の安心だからね。じゃあ更新の流れを時間の順番でおさらいしようか。はい、お願いします。まず満了の3ヶ月前、通知が来るように設定しておく。通知が来たら書類の準備ですね。そう、写真とか必要なものを揃える。それから窓口かオンラインで申請。申請したら結果を待つ。そう、許可されたら新しいカードを受け取って完了。3ヶ月前から動けば全部余裕を持ってできますね。まさに転ばぬ先の杖。早めの一歩が未来の自分を助けるの。いい言葉です。今日は本当にありがとうございました。引っ越しの時、役所では住所変更だけなんですか？他にもいろいろ案内されることが多いみたいだよ。じゃあまとめて済むこともあるんですね。そうみたい。だから窓口で他に必要な手続きはって聞くといいよ。その一言で聞き忘れが防げますね。でしょ？聞くのはただだからね。どんどん使おう。家族で住んでる場合はどうなるんですか？基本は一人一人それぞれカードを持つみたい。
子供もですか？条件はあるみたいだけど、お子さんにも関わってくるみたいだよ。じゃあ家族の分もまとめて期限を管理した方がいいですね。賢い。家族のカードの期限、一覧にしておくと、すごく楽だよ。早速表を作ってみます。いいね。それこそ、立派な段取りだよ。最後によくある疑問、まとめて聞いてもいいですか？いいよ、どんどんどうぞ。コピーじゃダメなんですよね。場面によるけど、原本が必要なことが多いみたい。確認してね。期限を1日でも過ぎたらアウトですか？そこはケースによるみたい。とにかく、過ぎる前に動くのが安心。英語とかでも相談できますか？多言語で対応してくれる窓口もあるって聞くよ。一人で抱えないでね。全部すっきりしました。ありがとうございます。手続きって知らないと不安だけど、知ればただの段取りなの。本当ですね。今日でぐっと身近になりました。でしょ？難しい言葉も一つずつ意味がわかれば怖くないでしょ？届けつ、更新、再交付。今日のキーワードしっかり覚えました。完璧。あとは自分のペースで一つずつ確認していけば大丈夫。はい。焦らずでも早めに。ねえ、自分のカードじっくり見たことある？名前と写真と、あとはあんまり見てないかも。実はね、いろんな情報が書いてあるの。在留資格とか期限とか。あ、本当だ。働けるかどうかみたいな欄もありますね。そうそう、そこ大事。自分が何をしていいか書いてあるみたいだから。知らずに持ってました。今度ちゃんと読んでみます。うん。自分のカードを理解するのも立派な手続きの第一歩だよ。おすすめは年に1回自分のカードを見直す日を作ること。年に1回、誕生日とかに決めておくといいかも。いいアイデア、忘れにくいもんね。その日に期限と住所と内容をさっと確認。それだけで1年安心して過ごせる。すごくいい習慣でしょ？はい。今日から早速始めます。その息、一つずつで大丈夫。みんなも一緒にやってみよう。ずっと気になってたんですけど、在留と滞在って違うんですか？お、いいところに気づいたね。似てるけどニュアンスが違うの。ニュアンス、どう違うんですか？滞在はただそこにある時間いること。旅行でも使うでしょ？ホテルに滞在とか言いますね。そうそう。一方、在留は法律的にその資格で日本にいるっていう感じ。だから在留カード、在留資格なんですね。その通り。法律の言葉だからちょっと硬いんだよね。もう一個、届け出ると申請するも似てますよね。お、鋭い。これもね、立場が違うの。届け出るは知らせるだけ。こうなりましたって報告する感じ。じゃあ申請するは？申請するはお願いして許可をもらう感じ。更新とかはこっちだね。なるほど。届けるのは報告、申請はお願い。すっきりしました。言葉の意味がわかると手続きの全体も見えてくるでしょ？はい。言葉って地図みたいですね。じゃあ今日の話を一つの言葉にまとめてみようか。お願いします。転ばぬ先の杖。転ばぬ先の杖。転ぶ前に杖を用意しておく。つまり何かが起きる前に備えるっていう意味。今日の手続きの話にぴったりですね。でしょ？期限が来てから慌てるより早めに動く。それが杖。もう一回言ってもらえますか？転ばぬ先の杖。手続きは早めが安心。転ばぬ先の杖。よし、覚えました。じゃあ最後に一つみんなに質問。何でしょう？あなたの在留カード、次の更新はいつですか？今すぐ思い出せますか？ちょっと考えてみてください。それじゃあ一緒に確認の合図いくよ。3、2、1。ゼリオカード確認。期限が近かった人はぜひ早めにね。転ばぬ先の杖。今日は手続きの話、すごく勉強になりました。よかった。難しそうに見えてポイントはシンプルだったでしょ？はい。期限を守って迷ったら確認する。その通り。正確な手続きは必ず公式の案内で確かめてね。この番組でまた一緒に日本語学んでいきましょう。聞いてくれてありがとう。チャンネル登録待ってます。またね。